今までインテル製の CPU で数々の熱問題がありましたからね。今回のシリコン Mac もやっぱり熱に対しては皆さん敏感になってるんじゃないでしょうか。で、前回の動画で一通りベンチマークゴリゴリやってみて、ソフトによってはやっぱり熱かったりしたんですけど、結構いい感じだったんじゃないかなって思いました。これから冬になっていくんでね、わざとこの寒くなる季節を狙って出してきてますからね、Apple も。これから夏とかね、特にわかんないじゃないですか。夏場のこと考えたら、プロのやっぱりファン入ってる方がいいのかなと思ったりして、でもプラス3万円なんですよね。もうちょっとこの熱問題検証してみたいですね。今回私が用意させていただいたのはこちらのサランラップですね。どこの家庭にでもあるようなサランラップを用意しました。これを巻いていこうと。10万円でゲットしたてのこいつにね、巻いていこうと。初めね、何重巻きにしたろうかなと思ったんですけど、ちょっとね、初めにやりすぎてぶっ壊れたら嫌なんで、初めちょっとソフトな感じ、3巻きぐらいに、してみました。頑張ってくれよ。ちょっとの辛抱やぞ。すぐに達成出してやるからな。やっぱりカバーつけてね、使ってはる人とかは、やっぱり熱問題結構不安になると思いますので、で、これポイントなのがね、キーボード側も覆われてるっていうのが、これが一番キーになってきますね。カバーはキーボード側空いてますからね。そこだけじゃなくて、この上のキーボード側もこう、密封してしまうっていうことで、かなりね、放熱性能下がってるんじゃないかなと思うんですけど。で、ラップ3巻きぐらいしてからね、早速、ベンチマーク、みんな大好きなギークベンチマークっていうことで、CPU と、あと GPU はメタルかな、走らせてみたんですが、やっぱり以前のね、検証通り、ギークベンチで全然熱くならない。リーグベンチでテストね、一個一個がすごく短時間なんでね、それもあると思いますが、ほとんど気にならないレベルなんで、ちょっとリーグベンチはやめとこうと思って、次ですね、シネベンチにしてみました。シネベンチ回してみたんですけど、リーグベンチよりやっぱりはるかに熱くなる。1回のテストが10分かかりますからね、すごい長いんですけど、で、2、3回走らせてみて、やっぱり熱くなったなと思ったんだけど、意外とね、ラップ巻いてるにしてはそんなに熱くならないなっていう意外なイメージで、前回の動画でシネベンチもね走らせてみたんですけど、その時もね何回か走らせてみてね熱くならないなって感じたんで、多分今回はやっぱりね CPU のベンチマークではなかなか熱くなりにくいなと思いました。これ1回がね10分なんで、ちょっとシネベンチで今回走らし続けるともう何時間あっても足らなくなるんで、検証がでとりあえずねリークベンチもシネベンチもそんな熱くないなということで、今回ですね GPU を動かせるですね 3D 系のベンチマークにすることにしました。初めの2、3回でもねスコアはちょっと下がってるんです、シネベンチ上で。ってことはラップの効果があるっていうことですね。で、こちらがですね、前回もやったんですけど、ユニティンヘブンっていう 3D 系のベンチマークソフトになります。で、前の動画でね、軽くベンチマークね、やったんで、上にリンク貼ってますんで、今出てるやつね、ちょっとポチってみてください。この 3D 系のグラフィックなんですけど、なんでこれにしたかっていうとね、前回の動画の中でベンチマーク一通りやってみてね、やっぱり、ディークベンチとか、その CPU 系のベンチマークであんま熱くならなかったんですよ。すごい優秀で、で、この 3D 処理とかのね、ゲーム系、GPU を使うようなやつに関しては、ちょっとやっぱりより発熱したんですね。ってことで、今回これが熱問題を測定するには一番いいのかなと、思いましたんで、こちらでね、ちょっと検証してみたいなと思います。で、これからね、Mac ね、シリコン Mac、M1 チップどんな感じかなって、これから買う人、中にはね、あんまりこう、PC のことを、わかんないよっていう人が大半やと思うんですけど、で、そういう人にね、軽くこのベンチマークとか、この熱問題とかをね、説明しますと、今回、AirT Pro が、いろんなね、そのサウンドとかマイクとか、もろもろタッチバーとか違うとこはあるんですけども、この冷却精度に関しては、一応、ファンが、あるかないかっていう感じやね。プロに行くと、ファンがあるってことで。で、ケースを使って、ちょっと不安やなっていう人は多分、ファンがあった方がいいんじゃないかなと、今までのね、MacBook とかのイメージで持ってはると思うんですけど、で、それで今回ちょっと検証してみたかったんです。で、簡単に説明すると、今回の、この M1 チップっていうのは、どっちかっていうとスマホのチップってことで、特徴的なものはもうバッテリーも持つ
っていうのもあるんですけど、やっぱりね発熱しにくいということでインテル製に比べてね熱問題がかなりマシになってるから、こんな感じでファンレスで作ることが、できるっていう形で、これから買うっていう人、エアーにしようかな、それともファンのあるプロの方がいいのかなっていう人は一応ね、これね断言するのこういうの怖いんですよ。動画の中でまだ夏も来てへんしちょっと責任取れないっていうのもあるんですけど、まあ僕の感覚的なベンチマーク走らせた感じなんですけど、CPU の処理をゴリゴリ使っても大丈夫じゃないかなと思いますね。ファンレスであっても。うん。でそれはで熱くなるのはやっぱり GPU 系 GPU を走らすと、中の GPU がめちゃくちゃ使われますから、そこが熱くなって、まあ、メモリもね熱くなって、まあ、CPU も、多少使われるということで CPU 処理はやっぱりね GPU 動かないからその分まあマシなんでしょうね。で、これから買う人は自分が GPU を使うのかどうか、ここが、結構基準になってくるんじゃないかなと思います。もしね3D 処理とかね、しないよっていう方であればちょっと断言するのは怖いけど、熱大丈夫なファンレスやけど熱大丈夫じゃないかなと、個人的には、今回思いました。何回かベンチちょっと測ってみてんけど、あんまりこのラップがない時との差っていうのが分からなかったので、これまだいけるってことでちょっとね5巻きぐらいにしていこうかなと初め思ったんですけど、で5巻きにちょっと1回してみてベンチマーク走らせてみました。ポイントとなるのはね上の方の熱くなるところをちゃんと覆ってあげるっていうことですね。5巻きなんで結構いけるんじゃないかなと思ったんですけどね。で5巻きで走らせてみたんですけど23回ぐらいやっても、まあ、さっきとあまり変わらんかったんでこの限界までいったろうと思いまして、でこんな風に最終的にね15巻きまで行きました15巻き、これすごいでしょ。もうかなりねキーボードもね途中でねログアウトしてもうてパスワードめっちゃしんどかったですけどねで僕15巻きまで行ったんでさすがにこれ熱くなるんだろうということで、これで、一通りベンチマークやってみました。でこれがベンチマーク結果、ですね。グラフが2個あって全くラップ巻いてない状態のやつと巻いた状態の比較値になってます。ちょっと初めのねやつごめん入れ替わ若干やけど入れ替わってんで、これ設定全く同じやから、まあ多分気温によってね、ちょっとだけ変わってるっていう感じ。まあちょっと誤差の範囲やと思っといてください。で、2回目以降から234テスト4回目まで数値がね驚くべきことに全く変わらんね。でこれがまあファンはないにしても、ヒートシンクにどんどん熱が伝わっていて熱をまあ奪い取れてるという感じですね。でこれ1回のねベンチマークがちょっと何分ぐらいだ測ってなかったな。シネベンチの半分ぐらいな感じしたから5分ぐらいかな。ちょっと忘れたんやけど感覚的に5分ぐらいかなって思うんですけど、まあそれを4回ぐらいにだから20分かける4で20分ぐらいやっててもまあ大丈夫っていうそんな結果になってますね。1個ねポイントとなってくるのが次の5回目でここで差が出てくるんすわね。62とこれ平均 FPS です。平均ですね。でラップしてない時が62してる時が57ということで、ここで、トンとなって次の、6回目見てほしいんですよ。結構ここで差が出るんよね。いきなり54にダーンってガッとこう54に下がってしまうんですけども、これはねおそらくヒートシンク全体に、熱が行き渡った状態ですね。でまあヒートシンクっていうのはねこれどんな感じかっていうとデスクトップはねこんな形状してるんですけども熱伝導率の高いねこの金属で作られてて、なるべくこう熱をね吸い上げて、空気に触れる面積を、増やしてる形状になってます。でノートの場合はこういうのゴッツに入らないから、まあ、こんな感じでこう薄いね板みたいな状態になって入れられてますね。そこでまあ無理やり面積を広げたいねんけど、ノート PC の場合はねなんで熱くなりやすいかっていうと、これがねなかなか空気に触れれなかったりとか、筐体が小さいとまあ面積が増やせなかったりとかで、だからまあ、15インチで昔上位の15インチのプロとかあったんですけど、それがヒートシンクの面積を増やすために今回は16インチに無理やりしたという形になるんですけど、でここでどんどん熱を吸い取ってる時点ではいいんですけど、やっぱり金属全体に熱がこうある程度限界があるんでね、行き渡ってしまうとここでも放熱にちょっと限界が出てくるっていう形になってね、こう全体ヒートシンクが行き渡ってここでポンとスコアが落ちてるんじゃないかなと思いますね。
このスコアが落ちるっていうのはどういうことかっていうと、熱が上昇してると一応イコールになりますね。熱の本体の熱とこのスコアっていうのは反比例関係に基本はあるんじゃないかなと思ってて、というのは CPU も GPU もあんまりこう本体の熱がどんどん上がっていくとね、わざと性能下げるんやね。サーマルスロットリングって言ってこう途中でこうなんやろ、昔の PC とかよくあったんですよ。熱暴走やね、いわゆる。であれを回避するためにわざとその直前で熱を、要は性能をわざとグッと抑え込ん落としてあげて、サーマルスロットリング熱暴走にならないようにしてあげるっていう技術が、これチップにあるので、そこがある程度ね一定の設定された温度に達したので効いてしまったという感じになってきます。で最終的にこれ12回目か、テスト12回目の時にこれ 53.1 か 53.2 にバウンスで、ごめんもうちょっと本当は取ったらよかったんですけど、ちょっと力尽きた。これ以上俺の MacBook Air をちょっと危険にさらさせたくないっていうのがあったから、ちょっとごめん。でも結果的に12回やってもこれラップ15までしてんけど、サーマルスロットリング起こせなかったっていうのが、結果です。てな感じです。どうですか？よくね、結構頑張ってるんじゃない？確かにスコアはね、やっぱり落ちていくんですよね。熱こもってるからね、それだけ周波数上がらないんで、ただ結構頑張ったんじゃないか。てか、ラップですよ。ラップ。サランラップ、天津飯運ぶ時のあれですよ。保温するだけじゃない、こぼれないようにもやけど、もうめちゃくちゃ保温するために作られた素材でぐるぐる巻きしてるわけですよ。これでこの結果やったらもう言い訳はできないんじゃないですか。言い切ってしまうけどちょっと怖くなってきた。とりあえず天津飯とかうどんをあんなホクホクのまま運べるぐらいのサランラップですから、もうこれ以上ないでしょ。もう一回体に巻いてみてください。体に巻いてみてください。結構ね、寒さしのぎますから。結構あったかいですよ、ラップ。今日このラップをやってみて、確実にケースを入れる人は大丈夫って言い切ってもいいんじゃないかな。多分夏場にケースで使ってても大丈夫でしょう。今回13インチってことでね、やっぱりちょっと、アップルさん余裕を持ってヒートシンクを、ちょっと大きめに、してやってきたのかなって、出してきたのかなっていう感じなんで、今回のテストでね、結構熱問題はかなりいいんじゃないかなと思いますね。だから別にね、今回熱問題で無理にね、こう、プロに行く必要もないのかなと。てな感じで今日の検証終わり。M1 チップは想像以上に、いや、べぞって感じで今日の動画終わりにしたいと思います。ありがとうございました。じゃあ、サラダバー。で、中には多分ね、CPU と GPU って何ぞやと、違いがあまりわからんっていう人いてはると思うんですけど、簡単に言うと、CPU は、CPU ですね。なんか頭脳とか言われますけども、GPU は、同じような、頭脳なんですが、3D 処理、今これ画面に表示されてるような 3D、要はゲームやね。こういう立体的な描写、これをすることに特化して作られている、CPU みたいな、これが GPU と言われてます。で GPU は基本的にはこういう 3D を処理するために作られているもの、基本はね。他にもいろいろあるんやけども、他は邪道っていう、邪道でもないねんけど、基本はグラフィック性のこういうゲームとかを走らせるために作られているもの、それが GPU ですね。なんで、ご自身の使ってる環境で、こういうゲームとかしないよっていう人は気にしなくていいということになります。GPU は 3D 処理といえど、最近はね結構、動画編集とかね、エンコードとかそういうものにもね、使われてきたりしますけどもね、ここがMac ということでね、これチップも、本体もソフトも Apple がね、全部作るっていうことで、だから対応してるソフト、特に、Apple さんのなんだってファイナルカットプロとかはかなりこの GPU で計算させてくるじゃないかなと思う。もともと 3D 処理させるものやけども、パワーが余ってもったいないよってことで、そう GPU にね、代わりに余った力を使わせてあげるっていう、いろんなテクノロジーがありますが、最近この動画の書き出しとかにもね、対応してるソフトであれば GPU とかはね、使えるんですが、あとエフェクト処理的なものもありますね。で、動画編集ね、ファイナルカットプロ多分この辺りの GPU かなり、最大使えるようにしてくると思うんやけど、エフェクトとかはね、ガーッと常時かかってるわけでもマックスになってる状況は少ないと思うから、どっちかっていうとやっぱりゲーム処理やね、
そこが重要に、なってくるかなと思いますんで、もう皆さんの環境次第っていう、感じになります。